こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は奥様のオーダー第3弾になります。これまでに第1弾として奥様の趣味で庭を作ってるんですけども、バラを這わすフェンスを作りなさいっていうのが第1弾で、トレリスっていうんですけども、それが今こちらのこのフェンスです。これを作りました。第2弾が、野菜とか植物を育てるためにはどうしても堆肥が必要になるので、その堆肥を作る容器、コンポスターっていうんですけども、このコンポスターを作りなさいっていうのが第2弾で、先日作ったところです。で今回はその第3弾なんですけども、奥さんがこのメロンの苗を買ってきました。メロンを育てるのにハウスを作りなさいっていうのが第3弾です。でよくよく聞いてみると、メロンっていうのはやっぱり高さが2メーターぐらいこうツタが伸びていくらしいので、2メーターぐらいの高さの、ハウスを作ってくださいというオーダーなんですが、2メーターのフェンス作るってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。でどうしようかなと思ったんですけども、やっぱりホームセンター行くといろんなものがあって、ホームセンターで買ってきたのがこのアーチ型の支柱です。丸くなってます。でこのアーチ型の支柱だと高さが2メーターぐらいあるので、高さ的には十分これで大丈夫だと思います。ただこのままだと自立がしないので、家にある木材を少し工夫して自立するような構造にしたいなと思っています。でこのアーチ型の支柱が安くって1個550円ぐらいなんです。単管とか組んでやろうかなと思ったんですけども、それだとちょっと仰々しいものになるので、もう花からこういうアーチ型になっているものを使えば簡単にできるんじゃないかなと思って、買ってみました。でなおかつこのアーチ型の中にツタが伸びるようにこう網、メッシュ構造、このトレリスと同じような形のメッシュ構造のものを貼ってやる必要があるので、ラス網も買ってきてますので、それが600円ぐらいかな。それで今からハウスを作っていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。こちらがメロンを育てるプランターです。1個のプランターの大きさは縦が約70センチ、横が約40センチ、高さが約25センチです。支柱のキャップは組み立ての邪魔になるので事前に外しておきます。アーチ型の支柱を支える木材を加工します。くり抜いた穴に支柱を通す構造とします。穴を開けた板、あと2本は必要なんですが、もっと在庫があるかと思って見てみたら全くありませんでした。ホームセンターの方に同じ板を買いに行ったんですけども、ホームセンターにもなかったので、今からこの杉板を同じ幅のサイズに細長く切ろうと思います。加工が終わった杉板の表面を磨きます。電動工具を使えば簡単にきれいにすることができます。
ビフォーアフターです。少し磨くだけでこれだけ綺麗になります。組み立てる前に保護塗料を塗っておきます。買ってきたラス編みを2等分の幅に切断します。塗料が乾燥するのを待ってアーチ型の支柱に取り付けます。仮組みが完成しました。グラグラの状態なので補強をしていきます。構造の中に三角形を作ると構造が安定します。そのための謝罪を入れます。
さらに構造を安定させるため、奥側のサザエは手前のサザエと反対方向に入れます。だいぶ揺れが少なくなってきました。くさびを打ち込んで固定します。くさびに使うのは太いようじです。くさびのおかげでさらに剛性が上がりました。左右を結ぶ木材を取り付け剛性を上げます。そしてこの木材をラス編みの固定に利用します。針金で固定しますが、これが思いのほか下手です。残念。最後に木材の保護塗料を塗ります。ビニールハウスが完成しました。メロンを植えています。暖かくなったのでビニールの方はかけていないんですが、寒くなればこれにビニールをかける予定です。構造もしっかりしているので
ビニールをかけても問題はなさそうです。この謝罪を入れることによってかなりしっかりしました。シンプルな構造にできたので気に入っていますが、実際は考えながらこれを作ったので時間の方は相当かかりました。今回は奥様のお手伝い第3弾ということでビニールハウスの方を作りましたが、またこの先もガーデニングのお手伝いをすることがあると思います。ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。